こんにちは、なおです。今回は敵に与えるダメージ量の増やし方について紹介していきます。1周目から5周目までずっと使えて、さらにどんな武器種や装備でも扱うことができるよう、汎用性の高さを重視して選んでみました。詳しい倍率等の数値は一旦抜きにして簡単な紹介に留めております。動画の前半部分では自身を強化するものについて紹介し、動画後半部分では敵の防御力を下げたり被ダメージ量を増加させる方法について紹介しています。なるべく分かりやすいようまとめてみましたので、もし気に入っていただけましたらチャンネル登録、そして高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは誰でも簡単にできるダメージ量の増やし方、早速いってみましょう。それでは1つ目の障害から早速していきましょう。1つ目はこちら、上段構えにして常世払いするだけで攻撃力がアップする常世払い10というスキルですね。こちらの常世払い10、侍スキルに存在します。皆さんもね、間違いなくすでに取っているかと思いますが、こちらですね。説明文も読んでいきます。気力回復量最大のタイミングの斬新で常世払いすると、上段構えなら攻撃力が増加する効果がつく。ちなみにこちら中段だったり下段だとそれぞれまた変わった別の効果がつきますので、今回はあくまでも攻撃力を増やしたい、ダメージ量を増やしたいということなので、上段構えの常世払い10を使ってください。気力回復量が最も回復するタイミングでの斬新ということなんですけれども、これはですね、何度もね繰り返していればそのうち体が勝手に覚えるかなと思いますので、そこまで意識せずとも OK かと思います。とにかくこのように常世がある場所で上段に構えて斬新取って常世払いしてあげるだけで簡単に効果の得られるバフ効果ですので、皆さん意識せずとも普段からね使っているかと思います。妖怪たち様々なタイミングでこのようにね常世を作り出すと思いますので、この常世払い10活かせるタイミングは非常に多いかと思います。ダメージをとにかく増やしたいなと思ったら、まずは上段に構えて気力回復最大のタイミングで常世払いをしてみてください。続いての私がよく使用する攻撃力アップの方法は、今被っているこちらの主点の面なんかにもついているアムリタ吸収で攻撃増強というオプションですね。では実際にアムリタを吸収してみましょう。いきます。アムリタを吸った途端に攻撃増強のマークがつきましたね。ちなみに似たような形で今も装備しているこちらですね、天元クジャクの守護霊でもアムリタ吸収で攻撃力アップの効果を得ることが可能です。守護霊のカゴの上から2番目、アムリタ吸収で構え別の有利効果というのですね。説明文を読むと、アムリタを吸収した時に上段構えなら攻撃力増加、中段構えなら防御増加、下段構えなら気力の回復速度が上昇する効果が一定時間付与されます。今回はダメージ量を増やしたかったので上段構えにして攻撃力増加を得ていますね。この天元クジャクを使うのであれば四天童子の面は外してもらっても結構です。こちらの天元クジャクの構え別の有利効果、以前ほどの凄まじさではなくなったものの、こちらはアムリタを吸収するごとに攻撃力アップのバフを得られますので、使い方によっては常に攻撃力をアップさせた状態で戦い続けることが可能になります。ただし一つ注意点として、このような人間タイプの敵と戦う際は普通に攻撃してもアムリタが出てきません。つまりアムリタ吸収で攻撃増強の効果が得られないんですね。そういった場合はこちらのような脱霊符だとか、もしくは主天童子の妖怪はですね、こういったのを使うと脱霊効果得られますので、この状態で戦えば人間相手であってもアムリタを出すことが可能になりますので、アムリタ吸収で攻撃力増強の効果を得られるようになると。人間タイプと戦う時は特にこの脱霊符なんかと合わせてですね使用してみるのがいいかもしれません。さあどんどん紹介していきましょう。続いてはこちら、俗に言うヤマンババフと言われるヤマンバの妖怪技を使うだけで発動させることができて、
しかもですね、攻撃倍率の上昇率も非常に高いという、様々な場面でさっと出して攻撃力アップすることができますので、ぜひですね、皆さんも試していただければなと思います。敵として出てきた時はね、結構凶悪な見た目で厄介な敵ではあるんですけども、味方になった途端めちゃくちゃ心強いという。以上、みんなの憧れヤマンバの紹介でした。続いて紹介するのはこちら、合力弾ですね。こちらは忍者スキルのものになっていて、説明文を読むと、合力弾をより効率よく支度できる、使用すると攻撃力が増加すると書いてありますね。この合力弾、このように使用するだけで攻撃力を増やすことができる非常に便利なものではあるんですけれども、忍者スキルということで、こちらですね、忍術の術力によって攻撃力の上がり方だったり効果の持続時間が変動しますので、忍びのステータスにたくさん捨て振りしているよっていう方にこそおすすめしたい攻撃バフになります。続いて紹介するのはこちら、シュラフになります。先ほどの合力弾が忍者スキルであったのに対し、こちらは陰陽術のスキルになります。説明文には、シュラフをより効率よく支度できる。使用すると防御力が減少するが近接攻撃力が増加するとあります。そうなんですね。こちらのシュラフ、非常に攻撃倍率も高くなって便利ではあるんですけれども、同時にですね、自身の防御力が低下してしまうっていう効果もついちゃうんですね。防御力も同時にどうしても低下してしまうので、使い手はね、選ぶかなとは思うんですけれども、非常に大幅に攻撃力上げることが可能ですので、ぜひですね、どうしてもたくさんダメージ与えたいっていう方は検討してみてもいいかもしれません。また少し応用編として、このシュラフ使うと、先ほどから言ってる通り、防御低下のね、デメリットもついてしまうんですけれども、この、汚れ移しなんていう陰陽術使ってあげるとですね、この自身についた防御低下のデメリット効果だけ相手に移すことも可能になりますので、シュラフ使って自身の攻撃力上げといて、さらに汚れ移して相手の防御力も同時に下げるみたいな、こういったね、使い方も可能っちゃ可能です。ただし、汚れ移しの術は非常にコスト高いので、自身の陰陽術の要領と相談の上ご使用ください。ここまで紹介してきたこの常世払い天による攻撃力増強、天元クジャクや四天童子の面に代表されるアムリタ九州で攻撃力増強、みんな大好きヤマンババフ、忍者の強い味方合力弾、そして近接陰陽師にはもってこいのシュラフ、以上の5つは全て同じグループに属する攻撃バフになりますので、併用することはできません。その点だけご注意ください。それではここから先は先ほど紹介した5つのものと併用できるもの、要は別のグループに属する攻撃力アップ系のものについて紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら、ヌッペフホフの妖怪技です。今ちょっと特殊なアイコン出ているんですけれども、これ何かというと、こちら狂乱というバフだったんですね。説明文を読みます。攻撃力が大きく上昇するが気力消費と受ける気力ダメージが増加する。こちらの狂乱の効果なんですけれども、先ほどから言っているヌッペフホフの妖怪技に加えて、ヌッペフホフの干し肉でも得ることができる効果になります。説明文簡単に読みます。ヌッペフホフの干し肉、使用すると狂乱の有利効果を得る。ヌッペフホフの干し肉はヌッペフホフから切り取られた肉に塩をすり込んで天日で干したもの。ヌッペフホフの肉は他力を得る薬とされるが、希少な薬草などを用いて正しく調合しない限り副作用を伴うという。ということで、こちらのヌッペフホフの妖怪技だったり干し肉で得ることができる狂乱という有利効果なんですけれども、ヤマンババフだったり、例えば合力弾だとかシュラフといったこういったものと併用できるものになります。ただし先ほどから言っている通り、気力消費量が非常に増えてしまいます。ですのでこの狂乱をね使う際はそこら辺だけ少し慎重に使った方がいいかもしれません。続いて紹介するのは縮心消化符です。説明文読んでいきます。
使用すると装備中の武器の愛用度を全て消費し、攻撃力と幸運を上昇させる。武器の愛用度が300未満の場合は使えない。縮心昇華符は陰陽術の呪符の一種。武器に蓄積された想念を己を強化する力に変える術を発動するとあります。今お話しした通り、こちらの縮心昇華符は武器の愛用度が300に満たない場合は使うことができませんし、使った後は愛用度が0になってしまいますので、その点だけご注意ください。こちらの縮心昇華符、合力丹やシュラフといったグループ、そしてヌペフォフの狂乱、こういったものと併用することが可能です。しかも愛用度を全て消費してしまうという、デメリットこそあるものの、非常に攻撃倍率も高くなりますので、ここ一番で攻撃力をアップさせたいっていう場合はですね、ぜひこの縮心昇華符も検討してみるといいかもしれません。また攻撃力アップに加えて幸運の値を上げるという効果も同時に付与されます。ですので各種マラソンを行う際にも非常に有効な陰陽術となっております。攻撃力アップはもちろんのこと、幸運も同時に上げることが可能なこちらの縮心昇華符、使用する際に武器の愛用度にだけ気をつけてお試しください。次が攻撃力アップ系では最後ですね。最後に紹介するのはこちら、四柱九活眼になります。説明文も読んでいきましょう。使用すると攻撃力が増加するが、自身の体力上限が 30% まで引き下げられ、それ以上回復しなくなる。ダメージを受けると回復上限がさらに引き下げられる。四柱九活眼は身体に大きな負荷をかけ、それによって潜在的な力を引き出す飛躍とあります。こちらの四柱九活眼、非常に強力ではあるんですけれども、使用することでこのようにですね、HP が3分の1程度になっちゃうんですね。この状態で敵の攻撃を食らうとですね、HP の最大量がさらに引き下げられてしまうと。要は常に窮地状態になってしまう、諸刃の剣というか、自身の危険を顧みず敵を何としてでも殲滅したいという方におすすめの術かもしれませんね。正直ですね、私はあまりこちらの四柱九活眼使うことはありません。なぜなら簡単に死んでしまうからです。ただし窮地ビルドを使われている方だったり、そもそもねプレイヤースキル高い方にとっては非常に強力な攻撃力アップの手段になると思いますので、より攻撃力の高みを目指したいっていう場合はこちらの四柱九活眼も使ってみると楽しいかもしれません。以上が私がよく使う自身の攻撃力をアップさせるための方法の紹介でした。ただし冒頭でもお伝えした通り、今回の動画は敵へ与えるダメージ量の増やし方を紹介するのが目的です。自身の強化はもちろん、敵の防御力を下げたり被ダメージを増加させることも重要になります。ということでここからは私がよく使う敵の防御力を下げる方法と敵の被ダメージ量を増加させる方法について紹介していきます。まずはじめに紹介するのは、敵の防御力を下げるといったらこちら、黒金符になります。説明文読んでいきます。使用すると敵の防御力が減少する。もうそのまんま書いてありますね。黒金符は防具の効力を失わせる術を発動させるために用いる陰陽術の呪符とあります。防御低下といってね、一番最初に思いつくのはやはりこの黒金符だと思います。敵にこのようにかけてあげることで簡単にね防御力低下させる効果付与できますので、非常に使いやすく便利な陰陽術です。敵の防御力が高くなってくる後半に行くにつれて非常に有効な技かなと思いますので、まだこちらの黒金符使ってないっていう方はですね、ぜひ試してみてください。続いては敵の被ダメージ量そのものを増やす水やられという状態異常について紹介します。水やられは防御力の低下ではなく被ダメージそのものを増加させます。私は今は陰陽術でこのように敵を水やられにしていますが、もちろん陰陽術にこだわる必要はありません。例えば序盤のうちから使えるものでいくと、この水まといのお札などがあります。これで武器に水属性を付与してあげて、この状態で敵を攻撃すれば、それで水やられにしても OK です。
あとは水の鬼火の妖怪技で武器を水属性にして敵を攻撃するのでも OK ですね。そもそも水属性が初めから付与されている武器を使って攻撃するのも OK です。とにかくどんな方法でもいいので敵を水やられにさえしてしまえばそれだけで敵に与えるダメージ量は増やすことが可能です。陰陽術やアイテム以外でいくと、例えばこの化けガニの妖怪技、これもね非常にさっと簡単に敵を水やられにしてあげることができる非常に優秀な妖怪技なので、こちらなんかもね試してみてもいいかもしれません。またこちらの水やられですが、先ほど紹介したこの黒金符ですよね、これと同時に敵にかけること可能です。2つの効果が合わさればさらに敵に与えるダメージ量を増やすことが可能ですので、もう敵の防御力が高すぎて水やられだけではもうダメだよっていう場合はですね、先ほども紹介した黒金符と合わせて使用することをお勧めします。続いての敵の被ダメージ量を増加させる方法、それは敵を混沌やられにすることです。混沌やられについて簡単に紹介しますと、混沌の状態以上攻撃で受けるダメージが増加し気力回復速度が低下する。妖怪の場合一部の例外を除いて気力が回復しなくなる、こういった効果なんですよね。先ほどまでお話ししていた水属性やられは攻撃で受けるダメージが増加するだけなんですけれども、混沌やられの場合はそれに加えて気力回復速度が低下するなんていう効果もつくんですね。混沌やられのやり方は簡単です。異なる2つの属性やられにしてあげれば OK です。例えば雷、そして水。はい、このように黒いモヤモヤが今出始めたの分かりましたかね。これが混沌やられになったよという状態ですね。他にも簡単な混沌やられにする方法としては2つの属性を同時に使う妖怪技、例えばこの両面宿儺だったりだとか、あとはこれもまあ有名ですね、3属性同時に与えることができる大竹丸の妖怪技、こういったものを使うと非常に簡単に混沌やられにしてあげることが可能です。どんな方法でもいいのでとにかく2つの属性やられを同時にかけてあげることができれば、別に雷と水っていう組み合わせじゃなくても何でも OK です。またこちらの混沌やられ、先ほど紹介した水やられだとか黒金符による防御低下、こういったものとの併用が可能になっております。敵にとにかくダメージをたくさん与えたいっていう場合に限れば水属性やられプラスしてもう一つ何か他の属性で混沌やられにしてあげてください。炎と雷等でももちろんね混沌自体にはできるんですけれども、ダメージ量のことだけ考えたら水属性プラス混沌やられっていうのが一番理想的です。私は水と雷で混沌にするっていうことが一番多いですね。以上が私がよく使う敵へ与えるダメージ量の増やし方になります。何度も言いますが、いかに自分の攻撃力を上げて敵の防御力を下げるか、これが肝になってきますので、どちらも合わせて使うようにするとより効果が実感できるかなと思います。またバフなどとは違うと思ったので今回はあえて抜いて説明していたんですけれども、単純に敵の背後から攻撃をこのように与えるだけでもダメージ量はアップします。ある意味最も簡単にダメージをアップさせる方法といったらこの背後からの攻撃かもしれませんね。ちなみに背後からの攻撃が成功するとダメージの、数値がこのように大きくなりますので、それによって今背後からの攻撃が成功したなっていうのを簡単にねこのようにチェックできますので。以上、誰でも簡単にできるダメージ量アップの方法を紹介させていただきました。2O2 は周回を重ねるごとにどんどん敵が硬くなってきますので、そういった時にですね今回の動画の内容を思い出していただけると非常にありがたいです。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。